こんばんは。今夜もナミのところに来てくださって本当にありがとうございます。今日はね、ちょっと気持ちがゆったりしてるんです。だから、いつもよりのんびりお話ししたいなと思ってます。皆さんも一日お疲れ様でした。今夜はゆっくりしていってくださいね。私、こうやって皆さんとお話ししてて、いつも感じるんです。言葉って、ただ意味を伝えるだけじゃなくて、心も一緒に運んでくれるんだなって。今夜は、日本語の中でも、他の国の言葉に訳せない言い方について、ふわっと、ゆるゆるっと語っていきますね。お布団の中で聞いてくださってる方も多いと思うので、ゆるーく、でも中身はしっかり、日本語の素敵さをお届けしたいです。最後まで一緒にいてもらえたらすごく嬉しいです。それじゃあ始めていきましょう。最初のテーマはこちらです。よろしくお願いします。これは本当に他の言葉に変えるのが難しい一言なんですよね。でも私たちがよろしくお願いしますっていう時って、ただの挨拶じゃないんです。これからの関係を作っていく小さな約束みたいな気持ちがぎゅっと入ってるんです。日本人はきっと毎日のように使ってる言葉だと思うんですけど、改めて考えてみるとすごく深い意味があるんですよね。私がこの深さをはっきり感じたのは、新しい習い事、ヨガを始めた時でした。実は私、体が硬くて、最初はすごく不安だったんです。でも、初日のレッスンで、これからよろしくお願いしますって伝えたら、先生が、こちらこそよろしくお願いしますって、本当に温かい笑顔で返してくださって、その瞬間に思ったんです。あ、これは形だけの言葉じゃない。お互いを大事にして気持ちよく続けていきましょうっていう合図なんだって。皆さんもそんな経験ありませんか？例えば、初めて会う人に、はじめまして、よろしくお願いしますって言いますよね。これは、私はあなたといい関係を作りたいです。お互いに大切にし合いましょうっていう心の表れなんです。それから何かをお願いするときに、この荷物よろしくお願いしますって言うと、普段のお願いより丁寧になって相手への信頼と感謝まで入るんです。皆さんはよろしくお願いしますって言われたらどんな気持ちになりますか？私はね、大切にされてるって感じます。ああ、この人私を信じてくれてるんだなって思えて、ちょっと胸があったかくなるんです。コメントで教えてくれたらすごく嬉しいです。続いては、お疲れ様。これも海外のお友達によくどういう意味って聞かれる言葉です。私もこの言葉をどう説明したらいいかすごく悩みました。ってお疲れ様って一つの意味じゃないですもん。
お疲れ様は実はとても便利で優しい一言なんです。朝のお疲れ様ですはおはようございますに近い意味で使える時があるし、昼はこんにちはに近い挨拶になることもあります。そして夕方や一日の終わりのお疲れ様でしたは今日も一日頑張りましたね。ありがとうございましたっていう感謝とねぎらいの気持ちをそっと伝えます。私、この万能さがすごく好きなんです。でもね、本当の良さはその奥にあるんです。お疲れ様には相手への優しい眼差しが入ってます。あなたが頑張ってることを私は見てます。すごいと思ってますっていうメッセージなんです。お疲れ様ってちょっとほっとしませんか？言い方のバランスも大事で、年上の方にはお疲れ様です。同じ年や年下にはお疲れみたいに軽く言うこともあります。でも基本は誰にでも使える優しくて便利な言葉です。私、この言葉があるから人間関係が温かいんだと思うんです。次は食事の時の言葉に進みましょう。いただきますとごちそうさま。同じ食事の場面だけど気持ちは全然違います。毎日当たり前のように言ってる言葉かもしれませんが、実はとても深い意味があるんですよ。まず、いただきます。漢字で書くと、いただきますですね。もともとは、もらうっていう丁寧な言い方が元です。でもね、誰からもらうのかが面白いところで、作ってくれた人はもちろん、食べ物になってくれた動物や植物、それを育てた人たち、そして自然からの恵みに対しての感謝が入ってるんです。私がこの意味を深く考えるようになったのは、一人暮らしを始めて自分で料理を作るようになってからです。実家にいた時はお母さんが作ってくれる料理を当たり前のように食べてたんですけど、自分でスーパーに行ってお肉やお魚、野菜を見て、ああ、これは命なんだなって思うようになって、それでいただきますっていうとき、背筋がすっと伸びる気がしました。皆さんもそんな瞬間ってありませんか？これから食事を始めますっていう区切りの意味もありますし、家族やお友達と一緒にいただきますって声を揃えることで、同じ時間を大切にする気持ちも生まれます。私、家族と離れて暮らしてるから、たまに実家に帰ってみんなでいただきますっていうとき、すごく幸せを感じるんです。そしてごちそうさまでした。言葉の由来も面白くて、ごちそうの地層はもともと
馬を走らせるっていう意味です。昔はお客さんをもてなすためにあちこち走り回って食べ物を集めたり準備をしたりしました。その大変さに対してありがとうございましたっていう気持ちを込めてごちそうさまでしたっていうようになったんです。昔の人の優しさが言葉になって今も残ってるって素敵ですよね。レストランで食事を終えた時にもごちそうさまでしたって言います。これは料理を作ってくれた人やサービスしてくれた人への感謝の気持ち。私、カフェでアルバイトしてた時、お客さんにごちそうさまでしたって言われると本当に嬉しかったんです。コンビニのお弁当でも小さくごちそうさまって言います。それは作る人や運ぶ人、売る人、たくさんの手に対してありがとうを届ける丁寧な心なんですよね。皆さんも明日から言ってみてください。次のテーマは、多分日本語を学ぶ人が一番混乱しやすい言葉。すみません。これは本当に日本語の難しくて面白いところがぎゅっと詰まってます。すみませんはもちろん謝る言葉です。でも実際には謝る以外の場面でも本当にたくさん使います。人にぶつかった時もすみません。店員さんを呼ぶ時もすみません。何かお願いする時もすみません。お礼を言う時でさえすいませんっていうことがあります。海外のお友達に日本人は何でもすみませんって言うねって笑われたことあるあるですよね。私も昔そう言われて確かにって思ったことがあります。私がこの言葉の深さを強く感じたのは先月の話です。電車で席を譲ったとき、おばあさんがすみません、ありがとうございますって言ってくれました。そのすみませんには申し訳ないっていう気持ちとありがとうっていう感謝が同時に入ってました。言葉って気持ちの入れ物なんだなって思った瞬間です。皆さんもそんな体験ありませんか？困った時もすみません。何かしてもらった時もすみません。ちょっとお願いする時もすいません。この一言で相手への気遣いと感謝をまとめて伝えられるんです。本当に便利な言葉ですよね。同じ音でも全部ニュアンスが違います。でもこれを使い分けられるようになると日本での生活がすごく楽になりますよ。ここからは日常でよく聞くけどそのまま他の言葉に変えにくい大人の表現に進みますね。お世話になっております。これは外国の方には特にイメージが難しいかもしれません。
そのまま訳すと、あなたにお世話をしてもらってます。だけど、実際にはいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。あなたとの関係を大切にしてますっていう意味がセットで入ってます。この表現は初めて会う人には使いませんし、一回きりの関係にも普通は使いません。続いていく関係で使います。私の場合だと、ヨガの先生にメールを送るとき、いつもお世話になっておりますって書きます。そこにはこれまでの感謝とこれからも仲良く続けたいっていう気持ちがちゃんと入ってます。いつも通う美容院でも、取引のあるお店でも、近所でよく顔を合わせる方にも使えます。お友達同士や家族には使わないけれど、関係を長く大切にする日本の文化が見える言葉ですね。私、この言葉があるおかげで、いろんな人とのつながりを大切にできてるって思うんです。次は、お先に失礼します。これは、ただ帰ることを知らせるだけじゃありません。まだ残ってる人に向けた丁寧な配慮が入ってます。皆さんがまだいらっしゃるのに、私だけ先に帰って申し訳ありませんっていう柔らかな気持ちの表現です。私がこの言葉の温かさを感じたのは、ヨガのクラスが終わった時のことです。私だけ急用で早く帰らなきゃいけなくて、お先に失礼しますって言ったら、みんながお疲れ様でしたって温かく送り出してくれて、その一言でなんだか胸がじんわりしました。こういう時、この言葉に助けられます。最近はお疲れ様でしただけで帰る人も増えましたが、根っこにあるのは同じです。相手を大切にしたい気持ち。それが伝われば、形は少し変わっても大丈夫。私はこの気持ちを忘れずにいたいなって思ってます。ここで丁寧ゾーンをもう少し。恐れ入ります。これはとても丁寧で上品に聞こえる表現です。お願いの前にそっと置くと、相手への気持ちがしっかり伝わります。私、この言葉を覚えてから、お願い事がしやすくなったんです。私がこの言い方を覚えたのは、カフェでアルバイトをしてた時。最初は先輩に、恐れ入りますが、お名前をお聞かせくださいっていうように教わりました。電話でお名前を伺う時も、いきなりお名前はより、恐れ入りますが、お名前をお聞かせいただけますでしょうかの方がぐっと丁寧で印象が良くなります。私、この言い方を覚えてからお客さんの評判が良くなったって店長に言われました。少しお待ちいただくときも、恐れ入りますが少々お待ちくださいって言われると、待たせる申し訳なさと丁寧さが同時に伝わります。ただ、使いすぎると硬くなります。お友達には、すみません。いや、ちょっと待ってね。
の方が自然ですね。皆さんも場面に合わせて使い分けてみてください。次は、頑張って。みんな大好きな応援の言葉です。でも実は、もっと温かい、たくさんの気持ちが入ってます。この言葉って、日本人の優しさがぎゅっと詰まってると思うんです。先月のこと、ヨガの発表会の前日で、私すごく緊張してました。実は、人前でヨガをするなんて初めてで、前の日は眠れないくらい不安だったんです。お友達が、ナミちゃん頑張って。でも楽しんでね。って声をかけてくれて。その頑張ってには応援してるよ。信じてるよ。でも無理はしないでね。っていう思いがふわっと重なってました。たった一言なのに力が湧いてくるの。不思議だよね。皆さんも誰かに頑張ってって言われて元気が出た経験ありませんか？でも、この言葉はちょっとデリケートです。すでに全力で頑張ってる人にもっと頑張ってって言うとプレッシャーになることもあります。私も昔、すごく疲れてる時に頑張ってって言われて、これ以上どう頑張れというのって思ったことがあります。だから私は相手の様子を見ながら応援してるよや無理しないでねって言い換えることも増えました。言葉は相手の心に合わせて選ぶのが一番の優しさだと思います。それから、いかがですか？これは質問の言葉だけど、ただの質問ではありません。あなたの気持ちを大切にしたいっていうニュアンスがすでに入ってます。私、この言葉の温かさが大好きなんです。レストランでお味はいかがですかって聞かれたとき、単に美味しいですかだけじゃなくて、もし合わないなら調整しますよっていうおもてなしの心が込められてます。美容院で長さはいかがですかって聞かれると、あ、この人は私の希望をちゃんと聞いてくれてるんだなって安心します。私、美容院でこう聞かれると本当にリラックスできるんです。お友達同士だとちょっと硬いこともあるので、その時はどう？が自然です。丁寧な関係ではいかがですか？カジュアルな関係ではどう？使い分けがコツですね。皆さんも相手に合わせて使い分けてみてください。次はさせていただきます。これはさせてといただくを合わせた表現です。例えば、お写真を撮らせていただきます。これはあなたが OK してくれて写真を撮りますっていう意味でとても丁寧です。相手の好意があって初めて成り立つことに使うのが本来の使い方なんですよね。ただ、何でもさせていただきますをつけると少し
大げさに聞こえることがあります。お会計をさせていただきますより、お会計いたします。ご案内させていただきますより、ご案内いたします。この方がすっと自然に届く場面が多いんですよね。とはいえ、たくさん使う人の気持ちもわかります。相手に最大限の丁寧さを示したいっていう優しい心の表れだから。だから責めなくて大丈夫。ただ本当に相手が何かをするときにピタッと使えるともっと美しい日本語になります。次に恐縮です。これは謝る気持ちと感謝とつつましさを一度に表せる言葉です。私、この言葉の便利さに気づいてからよく使うようになりました。近所の方に留守中の荷物を受け取ってもらってお礼を言いに行ったとき、最初はありがとうございましただけ言おうと思ったんですけど、恐縮です。ありがとうございましたって伝えたらとても喜んでもらいました。こんなにしていただいて申し訳ないです。でも本当にありがたいです。この2つの気持ちをぎゅっと一言で渡せるのが恐縮ですなんです。褒められた時にも使えます。お上手ですねって言われたら恐縮ですって返すと、そんな風に言っていただいてもったいないですっていうつつましい気持ちが伝わります。私、ヨガの先生に上達しましたねって言われたとき、この言葉で返したら、先生がニコッと笑ってくださって。ただ、お友達同士だと硬いので、使う場面は選びましょう。きちんとした場面だと、とてもきれいに響きます。最後は、ごゆっくりどうぞ。カフェやレストランでよく耳にしますよね。これは時間を気にせずリラックスして過ごしてくださいっていうおもてなしの心が込められてます。この前、一人でカフェに行って本を読みながらコーヒーを飲んでたら、店員さんがごゆっくりどうぞって声をかけてくれました。その一言でなんだかほっとして、ああ、ここにいていいんだなって安心できました。混んでるとちょっと遠慮しちゃうけど、空いてる時間に言われると本当に心地いいよね。皆さんもそんな経験ありませんか？お家にお客さんを招いた時にも使えます。ごゆっくりどうぞは、くつろいでください。家族みたいに過ごしてくださいっていう合図。私、実家でお母さんがお客さんにこう言ってるのを見て素敵だなって思いました。速さや効率だけを大事にするんじゃなくて、ゆったりした時間も大切にする。そんな日本の時間の感覚がそっと見える表現だと思います。はい。というわけで、今夜は日本語の特別な表現についていろいろお話ししました。どれもそのまま他の言葉に訳せない深いニュアンスがある言葉ばかりでしたね。私、
こうやって皆さんと一緒に日本語について考える時間が本当に大好きなんです。このように整理してみると、どの言葉にも人を大切に思う気持ちが込められてるんですよね。日本語を学ぶ皆さんにとって、これらの表現は最初は難しく感じるかもしれません。でも、一つ一つの言葉に込められた気持ちを知ることで、日本人の優しさや文化の豊かさがきっと感じられます。私も皆さんと一緒に学んでいきたいです。言葉は生き物です。まず使ってみて、相手の表情や反応を見ながら少しずつ身につけていきましょう。大丈夫。できますよ。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。皆さんがいてくださるから私もこうやって楽しくお話しできるんです。そして感想やこれも知りたいっていう言葉があったらコメントで教えてください。皆さんからのコメント本当に楽しみにしてるんです。すごく嬉しいです。本当だよ。それでは今夜はこの辺りで。今日も一日本当にお疲れ様でした。おやすみなさい。